タイヤに空気が必要な時代は終わりを迎えようとしています。もし自転車の空気入れが不要になり、車用車もパンクで止まらなくなったら、どれくらいの時間とコストを取り戻せるでしょうか。ブリヂストンの次世代タイヤエアフリーは空気ではなくしなる骨組みで車両を支えます。内部の骨組みがしなりながら重さを支え、外側のゴムが路面をしっかり掴む、そんなイメージです。日々空気圧のチェックや補充に追われることもなくなったらとても便利ですよね。今日はこのトピックを3つのポイントに分けて解説します。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。気がつかないうちに私たちの日々の移動はタイヤの空気圧に大きく依存しています。例えば自転車や営業車の場合、月に1から2回ほど空気を補充しますが、サボって空気が抜けたままだと走行抵抗が増え、燃費も悪化してしまいます。もしパンクしてしまうと、その時の予定が中断されてしまい、配送業務では1回で数時間の遅れや再配達が発生することもあります。自動運転システムやマースの普及が進んでも、人が現場を回って点検するのは現実的ではなく、こうした手間がそのまま運用コストに直結します。それでも今までの空気入りタイヤは軽さや乗り心地の良さで長く標準として使われてきました。ですが、止まらない運行や効率を重視するなら、やはり管理しやすさが大きな価値になります。そこで脚光を浴びているのが、空気を使わずに骨組みで支える非空気タイヤです。空気が漏れることはなく、温度の変化に強い。突然のパンクによる予期しない停止も防げます。例えば空気圧チェックが月2回からほぼゼロになれば、1台あたり年間で24回分もの点検作業が不要になります。整備スタッフが少ない場所では、この違いが稼働率の向上やスタッフの業務軽減につながるでしょう。皆さんは空気を入れないという新しい発想が今後どのような車両に広がっていくと思いますか？こうした課題に応える仕組みとして登場したのがエアフリーです。エアフリーはこれまでタイヤ内部で空気が担っていた車体を支える役割をしなる骨組みで実現しました。エアフリーのタイヤは外側にあるトレッドがしっかり路面を捉え、そのすぐ内側には樹脂で作られたスポークが放射状に配置されています。このスポークが体重や荷物の重さを柔らかく受け止める仕組みです。イメージとしては自転車のスポークや雪の上を歩くスノーシューの骨組みのように力を分散しながら全体を支えるイメージです。従来のタイヤでは空気がクッションと車体の重さを支える役割を持っていましたが、エアフリーではこの部分を弾力性のある骨組みの構造が代わりに担っています。この仕組みを使うとパンクしても空気が一気に抜けてしまう心配がほとんどありません。タイヤの骨組み部分は熱で柔らかくなる性質を持つ樹脂でできていて、ホイールと一体になった構造です。スポークの厚みや角度はコンピューターで計算して最適な形に調整されており、段差を乗り越えた時も素早くしなり、走行中の揺れも抑える工夫がされています。つまり従来の空気のバネの代わりにしなる骨組みがクッションの役目を果たす設計なのです。タイヤの外側トレッドはゴムで作られています。このゴムトレッドはグリップ力と摩耗しにくさの両方をバランスよく持っています。変化しやすい路面の状態や身重にも対応できるよう、タイヤがしっかり地面に面で接するように設計されました。さらに雨の日や濡れた道路でも滑りにくくなるように表面には溝が加工されています。エアフリーのタイヤはしなる骨組みとゴムトレッドの2つの層でできており、この構造が安全性を高めています。また骨組みとなるスポークが明るい色になっていることで、暗い道でもタイヤが目立ちやすく、
周囲の歩行者や他の自転車からも気づいてもらいやすくなっています。夜間の走行時にも安全につながる工夫と言えるでしょう。他にもタイヤの内部に空気を使わないため、空気圧の不足でブレーキが効きにくくなったり、タイヤが熱で破裂したりするリスクが少なくなっています。こうした安全性や視認性の工夫に加えて、エアフリーの構造には整備面での大きなメリットもあります。タイヤの内部に空気を使わない仕組みのため、普段の点検は主にタイヤの外観に変化がないかを確認する程度で十分になります。タイヤに異物が刺さったり、小さなひびが発生した場合にも、目視で早く気づきやすく、簡単なメンテナンスですぐに対応しやすい設計なのです。さらに、タイヤ外側のトレッド部分は最初から張り替えができる構造のため、ゴムがすり減った際は、外側のみ新しいものに交換できます。骨格やリム部分は繰り返し使うことができるので、無駄な資源やコストを抑える循環型発想の製品と言えるでしょう。加えて、走行時に発生する熱への安全対策も工夫されています。タイヤの外側ゴム部分は熱を持ちますが、骨組み内部には熱が伝わりにくいよう、スポークの隙間を利用して風が通りやすい形状が採用されています。用途によっては最高速度に上限を設け、熱が過剰に溜まるのを防ぐ設計となっており、使い方ごとに最適な運用速度が設定されている点も安心材料になります。こうした骨組み構造の利点を踏まえて、従来の空気入りタイヤと気空気タイヤを比較すると、それぞれに異なるメリットが見えてきます。空気入りタイヤは車体が軽量化しやすく、乗り心地や燃費の良さで今も多くの車両に採用されています。一方で、気空気タイヤは空気圧の管理やアンク対応といった手間がなく、部品の再利用がしやすいため、環境配慮の面でも注目されています。高速走行を重視する車両では、依然として空気入りタイヤが優位とされていますが、時速20から 30km 程度の低速から中速域の車両においては、気空気タイヤの利点がより大きく生かされます。用途や重視するポイントによって、それぞれ最適な選択肢が変わってくるのが現状です。また、今後はタイヤ自体が情報を持つハブとして、さらなる進化も考えられています。例えば、ID タグによる履歴管理や張り替え、回収の時期を ICT システムと連携して自動化するといった展開が期待されています。さらに、タイヤ内蔵センサーで路面状況を感知し、リスクが高まれば早めにアラートを出したり、次回点検の予約まで自動で管理したりする技術も研究されています。これからは、車や自転車の足回り部分が移動インフラとして進化し、次世代の安心な移動を支える大きな技術基盤になっていくのではないでしょうか。ブリヂストンは、気空気タイヤエアフリーコンセプトの実用化に向けて積極的な実証を進めています。2024年3月には東京都小平市周辺で公道実証が始まりました。実際の路面での耐久性や転がりやすさ、夕暮れ時の視認性といった実感強化の課題を丁寧に確認しています。2025年10月には自治体向け試乗会が開催され、第3世代モデルのお披露目によって現場関係者も一層の実用化に期待を寄せています。主に想定されている用途はグリーンスローモビリティと呼ばれる小型の低速 EV です。時速 20km 未満で走る施設内で利用するような車両では、空気圧の管理不要で止まりにくいという強みを活かせるのです。デザイン面でも好評を得ており、2024年度のグッドデザイン賞を受賞しています。特徴的な青いスポークエンパワリングブルーは、走行中の視認性や安心感も印象づけています。また、ブリヂストンは新技術の応用領域を拡大しており、宇宙分野にも挑戦。月面探査車向けのエアフリー技術が国際賞を受けるなど、その成果は地上の製品開発にも生かされています。日本ではブリヂストンは自治体と連携し、まずは低速車両向けから実証、導入を進めている段階ですが、
エアレスタイヤの実証フェーズは世界でも広がりつつあります。海外ではミシュランがシンガポールで EHL の配送版最大50台規模の UPTIS 行動パイロットを実施し、フランスのラッポストでも約40台で試験運用が進行中です。この技術が本格的に導入されるのは通学用の自転車かもしれませんし、地域の小さなシャトル車かもしれませんね。止まらないタイヤがどれだけ価値を生み、その価値が収益としてつながるか。ブリヂストンは樹脂製スポークや糸レッドなどの技術を活用し、材料の調達から設計、製造、回収、再生までを一貫して手掛ける循環型ビジネスモデルを構築しています。エアフリーの導入当初は低速用途の自治体や企業などが対象になり、車両ごとに導入コストや保守契約が主な収益源となるでしょう。その次にリトレットによる継続的収益で利益を伸ばす段階、さらに中速用途や新分野に普及が広がる段階というように段階的な成長が予想されます。タイヤ関連事業に関わる企業として住友ゴム、トヨタイヤ、横浜ゴムなど日本の大手タイヤメーカー各社がスマートタイヤやエアレスタイヤの分野に続々と参入しています。住友ゴムはセンサーを内蔵し、路面状況や摩耗度をリアルタイムで監視できるスマートタイヤ、トヨタイヤは空気圧の管理が不要なエアレスタイヤや高耐久性樹脂タイヤを開発。横浜ゴムも AI がゴム配合を自動提案するシステムの実用化と、ラ音から空気圧を高精度に推定する技術の実証を進めるなど、スマート化を前面に出しています。今後はそれぞれのメーカーが強みとする技術や提案力を生かし、自動運転車向け、物流用車両、日常のシェアモビリティなど、想定される利用シーンごとに最適なタイヤ設計、サービスを分担しながら、共存と競争が進む構図になっています。国内外でのこうした開発、実証が進む中、ユーザーの選択肢や市場のニーズも徐々に広がることが予想されます。また、素材を供給する企業や回収物流、車両や運行状況を一元的に把握、管理できるクラウドサービスなどでも新しいビジネスチャンスが増えていきます。皆さんならどのタイミングで需要が伸びていくと感じますか？主なリスクとしては、法規制や保険整備制度への対応、大量生産時の品質管理や材料コストの変動、そして騒音、振動、熱といった実用時の快適性や安全性の対策などが挙げられます。また、ミシュランなど海外メーカーの動向も注視しつつ、価格と性能のバランスを取ることが求められるでしょう。気空気タイヤ技術は、これまで空気圧の管理やパンク対応といった日常の手間を減らし、さらに環境やコスト面でもメリットをもたらす将来性のある分野です。最後にここまでの内容、3つのポイントで整理しましょう。1つ目は、止まりにくいタイヤによって配送や地域のモビリティの稼働率が向上すること。2つ目は、リトレットや再資源化によってコストと環境負荷の両方を抑えられること。3つ目は、まず低速車両から導入し、中速車両まで順次展開できるため、現実的に導入が進みやすいことです。社会課題や業界の変化に合わせて、低速モビリティから徐々に普及が広がることで、私たちの日常移動や物流の安心・安全に貢献していくことが期待されています。また、素材循環やデジタル連携といった新しい取り組みが加わることで、タイヤが単なる消耗品から街のインフラやサービスを支えるスマートな基盤へと進化していくかもしれません。皆さんもぜひご自身の身の回りや移動スタイルを振り返り、新しいタイヤ技術がもたらす価値を考えてみてください。また、気になる話題や技術などがあれば、ぜひコメントで教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。
また次の動画でお会いしましょう。